コナン TCG 大型大会探偵マスターズも近づいてきましたね。大型大会ということで、ちょっとね、持ち物の話。なるほど。タムタムには何も話してない。こういう動画を撮るっていうね、打ち合わせもなく始まってるんですけど、こちらのタムタムさんはね、特徴医療関係者っていうのを持ってましてね。いや、和田真一やん。その持ち物をね、評価していただきたいと思います。それは医療的に？聞いたらわかる。話の筋がわかると思う。そのコナン TCG だけじゃなくって、TCG 全体の大型大会の、持ち物を持っていくのにおすすめのお話になると思うんですけど、まずね、持っていくことおすすめするもの、まず一つがね、ラムネ、ブドウ糖の補給。それを医療的に解説してほしいという。その糖分ですよ。でもこれならある程度話せるよ。糖分補給。糖分は何でもいいわけではない。僕も全く無知ではなくて、ちゃんとね、原材料、ブドウ糖が一番先頭に来てる。ブドウ糖含有量が多いラムネでいいんですよね。そう。これについてちょっと語ればいいの？なんか語れることが。語れること多少あるよ。普通のお砂糖とか別の糖っていうのは2種類の、ブドウ糖というか単一が2個とかくっついたものが砂糖とか別の糖分なんですけど、それは普通体の中に入ったら分解されて吸収されてその単糖になるまでちょっとタイムラグがあるんですね。2つくっついてるものが1個ずつになってから吸収されて、吸収というか使われるので、違ってたらどうしようそのタイムラグがあるんですけど、ブドウ糖っていうのはもう分解されるっていうタイムラグがなくてダイレクトに使われる。体のエネルギーに使われる糖分っていっぱいあるけど、脳はブドウ糖しか基本的に食わないグルメなやつなんですよ。だから脳の栄養にダイレクトに行くのは他のチョコレートとかじゃなくてブドウ糖が入ってる、ラムネとか、あとはブドウ糖のタブレットとかもあるけど、結構おすすめですね。これは一つ60円か70円で買えるんですけど、もう20円追加したらラムネ、皆さんがおなじみのラムネ瓶のラムネ、あれがブドウ糖確か 98% っていう非常にね高いブドウ糖含有率でおすすめなんですけど、ジューシーはね、どのぐらい入ってるかわからんけど、少なくとも原材料ブドウ糖先頭に来てるからそれなりに多いはずということで、糖分補給としてラムネおすすめ。医療関係ここまで。でね、次がね、ビタミン B1 こんな持ってくるわけ。いや、これはそれが前情報なしに何が出てくる。いや、さっきちらっとラムネいっぱい買ってるなっていうのは見えて、下のラムネの話出てくるんだろうなと思って。ビタミン B はリッドビタミン。おもろ。これはチョコラ BB の、これは OEM じゃなくてプライベートブランドの安いやつ。マスタードにこんなもんでくるやつもないやろ。いや、ブドウ糖は結構カードキープはイメージあるけど。なんかね、AI に聞いたらね、ビタミン B1 はね、糖分のね、吸収を助けるって言いよったから。あと単純に B2 とかはね、疲労感にも効いたりとかするし、目のね、神経とかにも B12 とか。ビタミン B1 がブドウ糖エネルギーに変える役割をしますと。B12 は入ってないや、これ。B6 は、メンタルと集中力を維持する。これ私どう評価すればいいこれいやあってもいいかもしれんけどなんていうか、これはさ、とりあえず脳がさ栄養不足になったらやっぱそもそも働かないっていうのはあるから、受験生とかもねよくブドウ糖あるけど、試験当日になんかサプリのビタミン類をガジガジ食べ始めたらなんかびっくりするよな。でも実際なんだろうな。ビタミン剤。ただのビタミン剤。いや、害もないよ。水溶性ビタミンってこれ基本的に水溶性の脂溶性入ってないので、だいたいもう数時間後にはだいたいさ、みんなリポビタン D とか飲んだナイスの30分とか1時間でもなんか尿が黄色くなった経験ってあると思うけど、すぐ水溶性って外に出るんですよ。だからビタミン B1 とか B6 はリポデーとかにも入ってるから、あれでもいいですよとはなんか AI 言いよったけど、飲み物はめんどくさいから、これはちょっとびっくりした。いや、医療系この話だけかと思った。びっくりしたこれはちょっと油断しました。他になんか私からおすすめは1個あるけど、梅、塩分ね。ビタミン B1 の働きをサポートするのに塩分が必要。よほどビタミン、疲労感もね、クエン酸、これはさ、
美味しいから食べるんだよ。ホリエモンみたいなカードにいいとかじゃなくて、美味しいから食べるの。カードゲームにいいとかじゃなくて、梅干しは美味しいから食べる。クエン酸が効くかもしれない。美味しいし。まあね。クエン酸ね、まあ、だんだんなんかちょっと個人の好みやな。でもまあ悪くは害はないと思うよ。だからさっきあと一つあった方がいいって言ったのはなんだ。あと一つは個人的にやってるのが、まあこれちょっと効果あるかわかんないんだけど、前日夜にギャバ、当日も眠気は出ないからギャバ飲んでいいかなと思ってなんかちょっと用意してんだけど、いや私前回のマスターズ結構緊張して手が震えるわさ。なるほどね。なんかもう多分絶対普段だったらこんなミスしないってミスをいっぱいしてしまって、ね、なんか客観的に自分を見て、なんでそこでそんな動きをするんだって自分で思いながらやっててもうガクブルだったんで、なんかこうね、緊張しいの人はちょっとまあお守りも兼ねて、ギャバでそこまでねあれだけど、でもなんか睡眠の質とかそのストレス軽減になんか気持ちいいんじゃないかな、気持ち的にって思って。へえ。まあちょっとパッケージもあるけど、ちょっとプライベートブランドだからやめとこうか。そっか。PB やから、シャワリみたいな感じで買いようから見バレする危険があるから。ギャバはまあ一時チョコとかでも流行ったけど、なんか私みたいな本番になるとカーッと緊張してなんか超変なことしちゃうっていう場合にこう多少いいんじゃないかな。なんかそんな急激な眠気が睡眠薬みたいに出るとかじゃないから、対戦前でも案外なんか緊張するって思ったらちょっとギャバってね、30分から60分で効果が出始めると書いてある。まあね、サプリメントっていうかそんなに強烈な効果はないと思うけど、多少その病気じゃないけど上がり症の人はいいんじゃないかなって個人的には思って自分は用意してる。あと前日もよく眠れなかったしね。なんかこの人はめっちゃ寝てた。もうすって寝たけど、いやって思ってそんな早く置いていかないでって。私はずっと眠れなくてなんかだからギャバもいいかなって個人的には思ってる。ということで探偵マスターというか TCG 大型大会の前にはぜひ参考にしていただければ。なんていうかさ、何充電器持っていこうとかそういう話かと思っているよ。ずっと使うからね。去年ね、時計なかったらどうしようって言って前日夜にストップウォッチとか買いに走って高いのしかなくて、でもとりあえず買うかって買ったけど、なんかね、レスゲームみたいな、レスゲームの会場みたいな感じでっかいグリーンに残り時間が出るので、ここは問題なくて、まあちょっと心配なのはやっぱり充電器ないと、もしかして充電が切れたらいろいろあたふたするかなっていう。次の対戦択とかも全部個人のスマホで管理だからないかな。あとまあ昼ご飯は多分そんなにゆっくり食べる時間がないかもしれないから持っていった方がいいと思う。ということで医療関係者推奨のこれは好みだな。まあブドウ糖はその脳にダイレクトに効く。ただ血糖値がそれの分キュッて上がるわけだから、まあ眠くなる人はその緊張する場でいないと思うけど、私は若干空腹気味の方が集中力働くから、なんか無理になくてもいいと思う。ただまあカードゲーマーの定番だよね、ブドウ糖。これは好みだな。あと上がり症の人はギャバ。以上です。ぜひ医療関係者激推しの商品たちでした。別に押してないよ。今おもむろに出してくるのが面白い。はい、以上です。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。